仙台には1984年に来ました。まあ28年目。もうペラペラに。初めた時はまあ東北大学でしたけど、今主人は日本人で大学でも教えたり、そして震災からいろんなフランスのジャーナリストの通訳でいろんなところに行って。フランスのそうです、忘れました。なんか仙台の人って感じ。仙台の方が長いです。フランスより。一応パリですけど、仙台の方が長いです。私は。大変だと。大変でしたね。車全然走らなくて、あちこち人が布団を持って歩いてる。布団持って歩いてる？私も含めて。友達のお店に2泊しました。頼んで新しい、うち家危なかったから車で10日間寝てました。そうです。車なので。でも私たち3人、犬2匹プラスおばあちゃん、もう私はもう1泊目は車でみんなで座ってだって夜まで津波わからないです。もう電気ないから、電気がないから、もう主人がやっと夜帰ってきて、そこまではパーキングみんな雪の中で、犬だけケージ入れて、あと雪の中でみんな夜まで待って、やっと車に乗って GPS つけて、老眼だからもうなんか白いの流れて、なんだこれ、眼鏡取って、この白い谷に流れてるのは家だと分かった時は、もう世の中どうなってたか知らなかった。夜まで暗くなるまで。そうですよね。だから仙台の人が一番津波がね気がつかないっていうかね、分からないですよね。市街地の人はね。だから2晩は友達のところに布団持って友達のところに行って2泊して、あとはおばあちゃんは雪がありますね。一人で自分の家に帰りました。でも家ってどこの家に？なんか隣の人のパーキングに車を置いてました。うちのパーキングは家にすごく近いから、崩れたら危ないからパーキング貸してもらって、でおばあちゃんは家で寝てて、私たちは車で寝てて、もう雪かぶって、エンジンをかけて、かけないガソリンないもん。やっぱし我々と同じガソリンないです。10日間そこで寝て、寒くてやめれない。車の中じゃ足も伸ばせないでしょ。結構うちはノアですから、おばあちゃんいると椅子倒せないですけど、3人になれば川の字で、あとは犬は2匹その前にケージ入れて。自分の子供孫とかのために全部書いておいた方がいいんじゃないですか。忘れないうちに。これもあります。私は自分に揺れた時津波はなかったけど、一応若林区の酒屋さんの真ん中にいたもう結構これもちょっとすごいところにいたんですけど、自分まず朝何をやったとか、その日はどんな環境だった、朝はこんなに晴れてていい日だったのに、なんか妙に地震から変な天気になったりとかで、自分の感じたこととか、なんか揺れた瞬間とか感じたこととか、でもこれ電気帰ってからで、結局私は実家には3日間4日間連絡できませんでした。でフランスではそんな恐ろしいで、私は仙台だからインターネットが戻ったら何百枚のメールが書いてた。うわー、これみんなに返事したらもう朝もかかるから、昔からブログ持ってました。なぜかというとフランス人みんな日本は歌舞伎町だと想像してます。歌舞伎町。結局日本の写真があるとネオンとかパチンコみたいな、なんだかカラオケみたい。日本そうじゃない。仙台は白鳥が来るし田舎だよ。なんか日本人はそんな遠いアジアのわけのわかんない人じゃなくて、もう皆さんと同じようにね、みんなオタクじゃない。結局漫画で日本見てるから、フランスじゃみんな日本人イコールオタク。あんたたちの方がオタクって言いたい私。だから私犬も持ってる、飼ってるし、川とかに行くだとちょっと
町は見せてますけど、ちょっと田舎の方ちょっとまあ色目がないかもしれないけど、三大は実際よりも田舎に見せてたんですよ。ちょっとはね、ちょっと。でいろいろ祭りとか私も好きで、でも今回は忘れないためにと家族のために詳しくインターネット戻ってから毎日1日2回ぐらい更新して、いや今日の街はどうなったのか、変だったでしょ、道の道路の真ん中歩いても車ないの。シーンとして時間によって誰も、普通だったら人ここいっぱい歩いてる、車通ってるのに、もう道の真ん中歩いてももう引かれる心配なし。もうなんか妙なお店の雰囲気とか人の雰囲気とか、とにかく何もかも気づいた小さいことはすぐブログに書いた。そもそも何でしたっけ？だからヘンリーさんの通訳でね。いやヘンリーさんじゃないでしょう。ウィルフリード。フランス人の、あと通訳じゃなくて日本語できてたでしょうか。そう綺麗なね、イケメンの。ちょこっとね。ちょこっとね。奥さん日本人で。そう名古屋の。名古屋。名古屋の出身のね。だから町で会って仮設住宅見たいって言うから、仮設住宅だったらうちからすぐあるんだよ、住んでるところの近所にあるからここに連れてきて、でそのおかげで皆さんと友達になって今ちょこちょこ自転車でそうなんですか。それでって言われてね、どうぞ、それなんですきっかけは。でもどこでも何ですか、ボイスオブアメリカじゃなくて、そう何の取材だったんですか？っていうか名刺いっぱい。ラジオ局がメインでした。で太郎地区、宮古岩手の太郎地区からもういろんなところ、もう気仙沼何回も行ったし、あちこち行って、で普通はジャーナリストはインタビューとかして、あとはまあさよなら。寂しいでしょ。まあジャーナリストはいいでしょ、フランスに帰るから。でも私ずっと仙台です。だから必ずっていうかほとんど気があって、太郎地区にね、昨日その久子さんからまたメールが来ました。お盆の話とか。だからいろいろ教えてくれて、なんか友達になって、でなるべくまた主人休みの日だと遊びに行くとか、例えば気仙沼で知り合った同じ仮設にいる人たちに電話して行く前に何か欲しいものありますかとか、何頼まれたと思いますか？絶対わかんない。何頼まれるんでしょう。スペイン語の教科書。スペイン語の教科書。遊びでスペイン語を習ってるから、そうだからスペイン語の教科書持っていくとか、ケーキ焼いてとか。でもまあ弥生さんたちは私にはもう近所の友達だからまたちょっと違うかね。